私は京子、看護師をしている。5歳年下の浩平とは、私の勤める病院にスノーボードで骨折して入院してきたのが出会いのきっかけ。退院したら一緒に遊びに行きましょうよ。何冗談言ってるんですか？からかわないでくださいよ。俺は本気ですよ。そう言って電話番号とメールアドが書かれた紙を渡された。年下だが推しの強いところに負けた私は退院後に会い、そこから友人たちと一緒に遊びに行くようになり、交際へ発展。それから1年後、私たちは結婚した。職場から近い方がいいだろう。俺の荷物は少ないから京子の部屋に引っ越すよ。病院から徒歩10分、2LDK の私の部屋で新婚生活が始まった。このアパートは同僚のあゆみの実家のものだ。就職して以来の友人であるあゆみの実家はアパートの隣にあり、結婚前にはよくお互いの家を行き来していた。2人で暮らして狭くない？仕事帰りにアパートへ立ち寄りながら、あゆみは部屋を見渡した。全然問題ないよ。公平のもの少ないし。それならいいけど、じゃあまた明日ね。同期だけれど頼りになるあゆみが近くにいてくれることが、私にとってはこのアパートから引っ越さない理由の一つでもあった。サラリーマンの夫と3交代の私とはすれ違いも多かったが、ほどなくして妊娠。できたみたいなの。赤ちゃん？マジかよ。やった。楽しみだな。おーい。ちょっと、まだ早いよ。嬉しそうに私のお腹に話しかける夫の顔を見て、私は母親になる喜びを感じていた。妊娠？本当？よかったね。おめでとう。職場のスタッフにも妊娠の報告をすると、みんな祝福してくれたが、中でもあゆみは自分のことのように喜んでくれた。京子がお母さんになるのか。私でも不思議な感じ。どう？浩平くんはイクメンになれそう？今のうちにちゃんと教育しておいた方がいいよ。はは、どうだろうね。でも、なってもらわないと困るけどね。妊娠が分かってから私は家の近くの産科を調べていた。どこの病院で産むか決めたの？迷ってるんだよね。自分の病院で産むと少し割安になるんだけど、職場で産むのはなんか落ち着かない気がして。だったら里帰り出産したら？お母さんがいてくれた方が安心だろ？そうなんだけど、いいの？大丈夫？俺だって一人暮らししてたんだから大丈夫だよ。なんとかやっていくから心配しないで。京子は元気な赤ちゃんを産んでくれよ。実際、共働きのため浩平は積極的に家事をやってくれていたので、その点は安心できた。夫の後押しもあり、私は実家がある隣の市で出産することにした。ただいま。おかえり。荷物はこれで全部かい？うん。しばらくの間、よろしくお願いします。実家に帰ると、ベッドなどベビーグッズがたくさん用意されていた。お父さんが気が早くってね。実家の車にもすでにチャイルドシートが載せられていて、家族みんなで赤ちゃんを迎える準備が整っていた。じゃあ、俺帰るわ。気をつけてね。それから私は毎晩夫に電話をした。今日は何を買ってきたの？そろそろ弁当も飽きてきたから、今日はビールのつまみを作ってみたんだ。夫は夕飯を写真に撮って私に送ってくれるのが日課になった。実家に帰って1ヶ月が経った頃、夫は新規プロジェクトの立ち上げに参加することになったらしく、帰りも遅いため電話ではなくメールだけのやり取りだけになっていった。今帰った。毎日遅くて大変だね。生まれてくる子供のためにも頑張らないとな。無理しないでね。ちゃんとご飯食べてる？まあ適当にね。送られてきた写真には缶ビール2本と、その後ろに器に入った肉じゃがらしきお惣菜が見えた。肉じゃが買ってきたのかな？でもわざわざ食器に移さないだろうな。肉じゃが作ったの？買ったんだよ。風呂入るから、じゃあな。そのうち夫からのメールも日ごとに少なくなっていった。そして私は予定日を少し遅れて無事出産。おめでとう。かわいい女の子だね。遠いのに来てくれてありがとう。あゆみは仕事を調整してお祝いに駆けつけてくれた。久しぶりに会ったあゆみとたわいもない話で盛り上がっているところに、連絡を聞いた夫も病室に入ってきた。あゆみさん来てくれたんだ。ありがとう。京子、お疲れ様。うん。目とか公平に似てるよ。マジ？私、帰るね。まだいいじゃない。もう少しいてよ。また来るよ。じゃあね。公平と付き合っている時から、
あゆみも一緒に遊びに行く仲だったので、気を使う間柄でもないのにそそくさと帰ってしまったあゆみに、私は少し違和感を感じた。何か気に障ること言ったかな。後でメールをしてみようと思いながらも、私はすっかりそのことを忘れてしまっていた。娘の名前は、以前から2人で考えていたしおりに決めた。それからあっという間に1ヶ月が経ち、少し落ち着いた私は、娘を両親に預けて、久しぶりにアパートへ。今日も帰り遅いの？うん。時間ができたからちょっとだけアパートへ行くね。来るの？しおりは？俺の方は心配ないから大丈夫だよ。しおりはお母さんにお願いしてきた。もう向かっているの。適当に帰るから気にしないでね。マジ？そんなに驚かなくても、部屋がだいぶ汚れているのかな。そんなことを考えているうちにアパートに着き、部屋に入ると、意外に中はさっぱりと片付いていた。へえ、ちゃんとしてるんだ。洗濯物もそんなに溜まっていないみたいだし、掃除機をかけてお惣菜作って帰ろう。部屋の中に干してある洗濯物に目をやると、靴下が干してあった。あれ？心の中でもやっとしたものが浮かんだ。掃除機をかけ終わり、ベランダでナイロン袋にゴミを入れていると、何これ？サイクロン式掃除機のゴミから茶髪の長い髪が何本も絡まって出てきた。私は職業柄ずっとショートヘアだ。やっぱりあの靴下も公平が干したんじゃない。あんな干し方しないもの。家事分担で時々洗濯をしてくれることはあるが、公平はいつも靴下を裏返しにして洗い、それを逆さに干すのが習慣だった。洗濯物ってそれぞれの家庭で違いが出るのよね。うちは母さんがこうやっていたからな。そんな話をしたことを思い出していた。誰かがこの家に出入りしている。考え事をしながらいくつか惣菜を作ってタッパーに入れていると、夫が慌てて帰ってきた。どうしたの？仕事は？ちょっと抜けてきた。今日こそ急にどうしたんだよ。気にしないでよかったのに。家が心配だったから来てみたけど、部屋が綺麗でびっくり。忙しいのに掃除とかちゃんとしてたんだね。まあな。そんな几帳面だったっけ？意外。そうか？おかず少し作ったから温め直して食べてね。ありがとう。もう帰るね。うん。なんか挙動不審。部屋の雰囲気と慌てて帰ってきた夫の姿に私は浮気の疑いを深めた。出産の日が明けてしばらくしてから私は娘とアパートへ戻り、家族3人の生活が始まった。実家で両親に助けてもらいながらの育児とは違い、帰ってからの生活は思った以上に大変だった。ねえ、少し早く帰ってくれない？難しいな。今度の金曜日から出張だから。出張？ 2 日間もいないの？仕方ないだろう。別に帰ってこないで実家にいてもよかったんだぞ。公平もしおりの顔見たいと思ったから早めに帰ってきたのに。うるさいな。仕事で疲れてるんだよ。あんまり大変だったら実家に戻ったらいいだろ。怒鳴り声に驚いた娘が泣き出すと、夫はため息をついて寝室へ行ってしまった。金曜日の夕方、娘が高熱と発疹が出たため、私は慌てて病院へ向かおうとしていた。どうしたの？熱があるみたいで。浩平くんは？出張でいないの？乗りなよ、送ってく。買い物から帰ってきたあゆみが車を出して付き添ってくれたため、心細かった私は救われた。熱もだいぶ下がってきて落ち着いてよかったね。病院からの帰りの車で私に抱かれながら娘は眠っていた。京子、ありがとね。何言ってるの、水臭い。それより育児はどう？困ったことない？浩平の帰りが遅くなってさ、毎日母子家庭みたいなもんだよ。そうなの？じゃあお風呂入れるのとか大変でしょ。すっごい大変。でもさ、子供が生まれた時くらい残業させないで早めに返してほしいよね。今時時代遅れの会社じゃない？本当はさ、残業じゃないかも。どういうこと？浩平、浮気してるかも。私は里帰り中にアパートへ来た時のことをあゆみに話した。浩平に聞いたわけじゃないから、はっきりとはわからないんだけどね。実はさ、ずっと言おうかどうか迷っていたんだけど。あゆみは言いづらそうに話し始めた。私見ちゃったんだよね。何を？京子が里帰りしていた時のことなんだけど、私が夜勤明けで家に帰った時に、浩平くんが女の子とアパートの玄関から手をつないで出てくるところを目撃しちゃって。
その後も何度も見かけたんだ。勘が当たってしまった。私の里帰り出産中に女を自宅に連れ込んでいたなんて最低。きっと部屋の掃除や洗濯物もその女がしてたんだ。京子の病室で浩平くんに会った時、私、頭に来てそのことを言っちゃいそうだったから、急いで帰ったの。ごめんね。ああ、だからか。なんか歩みの態度が変だとは思っていたんだけど、そういうことだったんだね。今日、出張だって浩平くんは言ってたんでしょ？それは本当なのかな？会社に確認してみようかな。会社に電話をしてみると、なんと夫は有給休暇を取っていた。出張は嘘みたい。きっと浮気相手と出かけてるんだよ。ひどい。京子に育児を任せっきりで遊び歩いているなんて。あゆみ、ちょっと協力してくれない？絶対に許さないから。私はその日から復讐の計画を立てた。更新所に頼んで夫の浮気調査を依頼すると、相手は職場の女だと分かった。しかもその女はなんと結婚していて、その夫は現在単身赴任中。私がアパートに戻ってからは、今度は浮気相手の家で二人は会っていたのだ。お互いの家で浮気するなんてどういう神経してるの？証拠は揃ったし、見てなさいよ。育児をする傍ら、私は自分の荷物を密かに実家に送った。帰りが遅い夫は、家のものが減っていても多分気づかないだろう。もともと私の部屋だったため、家財道具もほぼ私が買ったものだ。明日から私いないから。また実家に帰るのか？うん。そっか、その方がいいよ。俺も明日から出張なんだ。そうなんだ。大変だね。私がいなくなった途端に浮気相手と遊ぶ気なのね。せいぜい今のうちに楽しんでいたら？これから夫に起きることを考えると笑いが出てきた。翌日、夫が出勤して間もなくリサイクル業者が到着。残りの家財道具一式を買い取ってもらい、夫の荷物は義実家に郵送した。土曜日の夜、しおりと実家に帰っていた私に夫から電話が。もしもし？どういうことだよ。部屋に何もないんだけど。アパート解約したのよ。はあ？どういうこと？とりあえず明日、あゆみの家に来てくれない？なんで？それより、俺これからどうしたらいいんだよ。知らない。じゃあね。おい！私は強制的に電話を切った。翌日、あゆみの家で待っていると夫がやってきた。なんであゆみさんの家なんだよ。迷惑だろ。いいから、ちょっとこれを見て。私が目配せをすると、あゆみは DVD を再生した。そこには私たちが住んでいたアパートの共有玄関の映像が映っていた。なんだよこれ。防犯用のアパートの監視カメラよ。うちで保管してるの。あ、見て。これ公平じゃない？え？テレビの映像の時刻は夜の8時半。夫と腕を組む女性とオートロックを解除して部屋へと向かう夫の姿が映っていた。違う。人違いじゃないかな。その後、また二人が仲良く一緒に出てきた時刻は翌朝の7時半頃。これ、どういうこと？この人お泊まりしたんだよね。私がいない間に女を連れ込んでたってことでしょ？連れ込んでいたなんてまさか。いや、違うんだよ。この子は会社の同僚で酔いさましに家に来たんだけど、そのまま寝ちゃって。へえ、そうなんだ。そうだよ。たまたまだよ。ほぼ毎日こんな感じの浩平くんが映ってるけど。あゆみは映像を早送りしながらつぶやいた。しらばっくれないで。私はあゆみとこの映像全部見たの。私が里帰りしてすぐに浮気相手を家に連れ込んでる証拠が残ってるのよ。ほぼ毎日この女が家に来てるじゃない。ごめん、許してくれ。気の迷いなんだよ。許してくれよ。土下座して謝る夫に、私はさらに更新所からの証拠写真を突きつけた。これは？今はあちらの家で楽しく浮気しているみたいね。あの女がしつこくて仕方なく。後で弁護士さんから連絡があると思うから。弁護士？離婚するに決まってるでしょ？許すとでも思ったの？嫌だよ。待ってくれよ。考え直してくれよ。これ以上話すことはもうないから帰って。京子、俺にはお前が必要なんだって。はいはい。用は済んだんだから出て行ってくれる？ここは私の家なので、帰らないと警察呼ぶわよ。あゆみは家から公平を締め出してくれた。変なことに巻き込んじゃってごめんね。私がもう少し早くに京子に言っていれば。でもこれでよかったの？うん。仮面をかぶったまま生活を続けたって、しおりにも良くないと思うし、
再出発するなら早い方がいいもん。そっか。あゆみに背中をさすられて、今まで我慢してきたものがこみ上げてきて、私は大声で泣いた。夫はなかなか離婚に応じなかったが、はっきりとした浮気の日付が映っている映像もあり、結局は離婚届にサインをし、離婚成立。慰謝料は元夫の義実家がせめてものお詫びにと要求額よりもだいぶ多めに用立ててくれた。職場でも浮気の件がバレた2人は上司から疎まれ、結局会社を自主退職。元夫は再就職したが、そこは有名なブラック企業でサービス残業の日々。休日にはバイトも掛け持ちしているが、養育費で全て消えるだろう。もちろん浮気相手への慰謝料を請求した。結果、浮気相手の夫へも今回のことがバレて、あちらの家庭も離婚へ。しかしちょうどそのタイミングで浮気相手の妊娠が発覚。現在、父親は誰なのかをめぐって新たな揉め事が起きていると聞いた。2人とも慰謝料と養育費の問題で、この先も首が回らないだろう。実家に引っ越したのを機に、私は勤めていた病院を辞めた。通うのには遠いからだ。そこから育児に専念して、あっという間に数年が経ち、娘が幼稚園に入園したのをきっかけに、また私は働き始めた。今度の病院も和気あいあいの雰囲気で、とても仕事がしやすい。ある日、仕事から帰ると実家の前に車が止まっていた。京子、久しぶり。車の助手席から降りてきたのはあゆみだった。どうしたの？こんにちは。私の彼氏、京子に一番に紹介したくって連れてきちゃった。いつの間にできたの？よかったね。喜ぶ私にあゆみは近寄ってきて耳元で囁いた。彼の友達にすっごくいい人がいるの。今度京子に紹介するね。驚いている私のお尻をあゆみは叩いて笑った。痛い。そうだな。よし、第二の人生楽しむぞ。私はあゆみを叩き返して二人で笑った。